帰りは階段じゃないんだね。要は1週間丸々休みを取らないといけない。で、結構お得なパックでして、コンセントを周りの人とシェアしなきゃいけないっていうのが一番やばい。荷物そこに置いたら取られちゃうんじゃないのみたいなのが結構心配で、ドローンは飛ばすためにはいろんな許可がいりますと。全部揃わないと許可証出せないよっていう、コペペ海岸と小湊海岸、荷物を受け取るまでのタイムラグが発生するんですね。そろそろ到着しますので、今回の、旅のですね、リキャップをしたいと思います。で、今回の、小笠原丸での、小笠原諸島への、旅行ですね。そもそも、やろうっていう風に企画し始めたのは、前回ですね、11月の上旬に御蔵島というドルフィンダイブのための離島へのツアーですね、に行って、それがそもそも接岸できるかどうかわからない御蔵島っていうコンディションの難しい場所、結構ギャンブルな場所へのツアーだったので、それがうまくいったら、別のもう一箇所、大人の夏休み中に行きたいなっていう、希望があって、それがどこかっていうのは特に決めていなかったんですね。飛行機が飛んでる。やっぱり御蔵島もそうなんですけど、普段なかなか行けないところに行ってみたいじゃないですか。日数的に時間がかかって、そう簡単に行けないところの最たるものはどういうところかっていうのを追求したときに、小笠原諸島はどうだろうという話になりましたと。小笠原諸島っていうところは、そもそも今乗っております小笠原丸が、1週間サイクルで運航してるんですけれども、これに乗らないといけない。行ったら3日間は帰れないってことですね。中3日ですね。要は1週間丸々休みを取らないといけない、船の運航サイクル的にどうしてもそうなってますと。一泊だけ泊まるとかそういうのは現実的に難しいというのが小笠原諸島です。で、やっぱりね、行くからにはスキューバダイビングとドローンと両方いっぺんにやってみようという話になって、まずはですね、小笠原丸と宿を抑えなきゃいけないっていうんで、いくつかあいみつを取ってみた結果、小笠原丸と、宿泊がセットになっている小笠丸パックっていうのを使おうという話になりましたと。で、結構お得なパックでして、宿にもよりけりなんですけどね。高い宿を選べばそれだけ総額は高くなるんですけれども、私が選んだサンシャイン小笠原っていう宿泊地の場合は、要は宿と往復の船便と、あと宿の食事ですね。全部込み込みでジャスト10万円っていう。で、かつ、小笠原丸の中の船室のクラスが二等寝台っていう、一番下から2番目ですかね、のものですと。二等寝台っていうのは、2段ベッドになっていて、かつ、一番私にとってクリティカルだなって思ったのは、一番安い船室の二等和室にしちゃうと、コンセントを周りの人とシェアしなきゃいけないっていうのが一番やばいって思ったんですね。御蔵島に行くときに二等和室を使ったことがあるんで、雰囲気的には分かってるんですけど、ただ、より人数の多い、和室でコンセントをシェアするっていうのは、とっても電化製品、ガジェットの多い私からすると、ちょっとね、難しいかなって。あとセキュリティ面ですね。いろんなことを考慮して二等和室によりも二等寝台にしたいなと思っていたので、大釜のパックがね、一番ニーズに合ってたんですよね。ので、そちらを選びましたと。あと、サンシャイン小笠原という、宿泊地なんですけれども、ここもですね、小笠原パックで
経由で予約した場合は個室が与えられるんですね。これがダイレクトに申し込んじゃうと、またそのフリー枠と小笠原丸パック枠みたいなのは全宿泊地でそれぞれこう別々扱いにこうなってるらしくて、で、小笠原パックの時は個室なんですけど、個別に行くと、なんていうんですかね、駆けつけるのが遅いとドミトリータイプっていう4人で1部屋にこれまたなっちゃうと。スキューバダイバーの宿泊において4人部屋っていうのは別にそんな珍しいことではないんですね、正直言って。ので、私もダイブファクトリーの城ヶ崎のレストハウス、クラブハウスかなだと4人部屋に普通に泊まったりしてるんですけれども、それはなんか1泊2日のような短い場合だったらの話で、やっぱりですね、3泊4日っていうことを考えると結構きついなと思ったんで、個室いいじゃん。10万円。他のいろんなことを考慮すると10万円なかなかリーズナブルだよねっていうので、それにしましたと。スキューバダイビングのショップについてはですね、いろいろ調べてみてですね、大小様々なショップさん正直ありますと。で、やっぱり一番最大手らしい、小笠原の中では最大手らしいパパスダイビングショップっていうところにしました。パパスってそのスキューバダイビングだけじゃなくて、なんか宿泊施設もあるらしいんですけど、そこはそこでね、結構高いし、すぐに埋まっちゃうらしいんですね。で、それはまず無理ですと。セキュリティ的にはね、その方がいいかなって実は思ってたんですけど、なんせ、決断したタイミングが1ヶ月前なんで、選択肢がなかったっていうことですね。とにかく、パパスに予約を入れまして、あとの懸念としてはですね、やっぱり機材類ですね。今回、ドローンとスキューバダイビングの道具を持っていくので、総額としてはかなりなものになるっていうので、個室なのはもちろんチェックアウトした後に荷物がどうなるのかっていうことと、あとダイビングの機材を洗ったり干したりする場所があるのかどうかっていう2点ですね、が心配でしたと。チェックアウト後に預かってもらえるかどうかっていう点については、サンシャイン小笠原で預かってくれるっていうか、その扉の外にですね、置いてもいいよっていう答えが返ってきたんですね。電話してみると。なんか、Google マップで確認するとですね、公道に面してるんですね。小笠原の、テラスのところが普通に Google マップから見える状態になってて、荷物そこに置いたら取られちゃうんじゃないのみたいなのが結構心配で、そこはね、かなり引っかかっていたんですけど、パパスと相談して、最終日よっぽど、一番失っては困るような、例えば PC とかですよね。荷物類は、ボートダイビング、最終日のボートダイビングの時に預かってもいいよと。ボートの中に持ち込んでもいいよっていう風に OK をいただきましたと。これ、パパス側としてもっていうか、ボートもね、三倉島の和船のようなちっちゃい船ではないんですけれども、一応荷物置きの棚がありますと。ちょっと奥まったところにありますと。ただ、そこ面積そんなにあるわけじゃないので、ダイバーが同じ船に乗っている人の数が多すぎちゃうと、スペースがなくなっちゃうんですね。ただ、今は、繁忙期ではないので、いいですよっていう風にいただきましたと。今度ドローンの話ですね。ドローンは飛ばすためにはいろんな許可がいりますと。まず地元の宿であったり、ダイビングショップであったりとかに電話するときに、実はドローンも飛ばそうとしてるんですよねっていう話をすると、一応いやードローンは難しいと思いますよっていう反応が返ってきたと。別に観光地であれば珍しいことではないんですけれどもね。で、私はまず国土交通省の一等無人航空機操縦士の技能証明を持っていますので、スキルと知識としては OK ですと。もちろんそれだけで免罪符みたいにどこでも飛ばせるわけではないので、何らか
包括申請なりを出す必要があるので、それはそれで国法に照らして包括申請は国土交通省に出しますと。それ以外にその土地で上空を飛ばしてもいいですかっていう許可が必要なんですけれども、いろいろ調べてみた結果、小笠原観光協会のホームページに地図が載っていて、場所によって許可を得なきゃいけないのはここですよっていう色分けマップがまずあるんですね。簡単にまとめると、なんちゃら海岸と森、木の上を飛ばすときとで申請先が違いますと。海岸を飛ばすときは小笠原市長に許可を得る必要があり、森林の場合は国有林ですので、小笠原総合事務所にある国有林課という国土交通省の一組織なんですけれども、に許可を得る必要がありますと。小笠原市長の方はやり取りが簡単で終わったっていうか、届けを特定のフォームで出してくれればいいですよっていうことで話がついたんですけれども、国有林課の方はですね、別にここに限った話ではないんですけれども、大体その入林届、林に入る届けを出すために特定のまずフォームがあって、で、そこで飛行計画、つまり地図書いて、このエリアから離陸してこの辺を飛ばしますよ。で、半径これぐらいですよっていう詳細にわたるプランですね。あと、入林する人が誰なのか、名簿ですね、を出す必要があるわけです。ざっくり言うと。で、その2つを揃えて、かつ、国有林課としても関連する必要なところに許可を取ったのかって全部揃わないと許可証出せないよっていうスタンスでいて、結構ですね、小笠原の場合は自然保護が重要ですと。小笠原ノスリっていう鳥があってです、鳥がいてですね、なんていうんですか、邪魔にならないように飛ばさないといけないっていうので、小笠原ノスリの専門家に意見を伺って、それを考慮して飛ばしてくださいという話になり、で、それはそれで連絡先をご連絡いただいて、そのドローン飛行に際して、例えばこの辺は映像してる率が高い地域なので、飛ばすときは非常に気をつけてくださいとか、小笠原ノスリの修正であったりとか、注意点をいくつかご指導いただきまして、で、きちんと専門家にそのご意見いただきましたということを国有林課にご連絡すると。で、それで初めて許可されるというような手順をざっくり言うと踏んでるわけですね。それ以外にも、いろいろ他にも取ろうと思っていたところがあって、許可が出なかったところっていうのもあります。あと最初から飛ばしちゃダメなところっていうのはあって、例えばですね、自衛隊の基地がですね、ちょうど二見港の近くにあるんですね。自衛隊の近くはまずダメなのと、あと二見港そのものの周辺ですね、港湾地区のあたりはそもそも飛行が禁止されております。さらに手厚く手順を踏めば全くの不可能ではないのかもしれないんですけれども、少ない日数でやれることとしてはちょっと難しいということになりました。結果ですね、許可が得られそうなポイントとして、海岸が扇浦海岸と、コペペ海岸と小湊海岸、全部で4カ所の海岸と、あと展望台ですね。展望台が4カ所、5カ所ぐらいですかね、許可をいただきまして、この範囲であれば飛ばしてもいいでしょうというところまでこぎつけましたと。あとは今度スケジュールの問題がありまして、まずスキューバダイビングとドローンを1日でやんなきゃいけない。ドローンは朝日の出の直後と、あと夕方日の入り直前ですねに撮ろうとしてるわけです。で、日中にボートダイビングを3ダイブ入れて、もう分刻みのスケジュールとなりますと、結果としてはね。一番クリティカルだったのは、初日で、まず
船が着いてからですね、ダイビングをして、で、さらに小笠原の国有林課に対して許可証の原本を受け取りに行ってですね、レンタバイクを借りて、バイクじゃないとさすがに歩いてはいけないんで、はい。というのをすべてやらないといけない。接岸した後、ダイビングショップが、お迎えの車をサンシャイン小笠原に起こすまでに1時間しかないんですね。それまでにですね、荷物を紐解いて、ダイビング行ける機材を取り出して、すっかりスタンバイできている状態にならないといけないと。で、ところがですね、今回かなり重装備ですと。まず、スキューバダイビングの機材は、軽機材、重機材、スーツ含めて全部持参で行こうとしておりますと。で、かつ、ドローンの機材も全部持っていて、着替えも持っていてっていうので、スーツケース2個口みたいな感じで、かなり重装備な状態になっております。ちょっと背景が同じばっかりでも飽きちゃうと思うので、荷物を、例えば、小手荷物としてダイビングバッグを預けておくっていう方法もあるんですね。そうすると、人間が乗船するとき、下船するときに、カートをガラ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 引いて、えっちらおっちら重たい思いをする必要はなくなるんですけど、その代わり、下船した後に荷物を受け取るまでのタイムラグが発生するんですね。それが、小笠原海運の、貨物課連絡したところ、だいたい接岸してから10分か20分ぐらいかかると言われましたと。それだってそんなに時間かかんなくていいじゃないと思うかもしれないんですけど、やっぱりまず初めての宿に行って荷物を準備してっていう風にするだけで、1時間って結構短いんですね。で、そこで20分とか取られちゃうと、準備が間に合わない可能性があるよっていうことですね。ちょうど橋の下をくぐるところですね。行きもちょっと撮ってみましたけれども、船の下を通過しております。めっちゃ逆光になりそう。どこまで喋ったか分かんなくなっちゃったんですけど、そんなわけでですね、時間優先することにして、ダイビングバッグはもう完全に船内に持ち込みますと。スーツケースも完全に船内に持ち込みますと。もうそれで頑張ることにしましたと。船内にはスーツケースを置くための棚が十分にあってですね、ダイビングバッグとか、棚に乗り切らないような巨大なやつとかでも、ちゃんとですね、立てた状態でベルトで縛ってですね、固定しておけるような装備とかいろいろ、やっぱり小笠原ダイビングで訪れる人も多いことを考慮してか、その辺は充実してるんですね。なので、保管とかは OK なんですけど、下船した時はですね、階段があるから荷物を持ち運ぶの結構大変ですよっていうことを言われた。東京から竹島桟橋から乗船する時はスロープで上がれるんですけど、二見港に着いて下船する際は途中までスロープで最後の4段ぐらいが階段になってるんですね。で、そこが結構大変で、どうすんのかなって、スーツケース1個下ろして、ちょっと待ってっつって、ダイビングバッグ下ろしてとか、ちょっと覚悟を決めてたんですけど、で、係の方の一人がですね、ダイビングバッグを1個持ちますよっていうんで、相当重いんですけど、ひょいーって持ち上げて、下ろすのを手伝ってくださって、それはすごく感謝してます。ただ、小笠原海運のスタンスとしては、できるだけ、ダイビングバッグのような巨大なやつはね、預けてほしいということは言ってました。やっぱり、乗船下船がスムーズに短時間で行えるようにしないと、そんだけ移動時間がね、影響を受けるわけで、そういうことを懸念してっていうことだと思いますし、ごもっともだとは思うんですけれども、結果、自分で持っていくことで、着いてからダイビングするまでの時間どうにか間に合いましたということです。やっぱりこの移行するぞーって感じですね。
一旦事前の手続きとかね、なんかその辺についてまとめました。実際、じゃあ散々1ヶ月かけて準備して、ダイビングと、ドローンがどうだったのかっていうのは、成果についてはですね、それぞれの動画をご覧くださいということですね。一旦もう接岸しそうなので、リキャップとしては、まとめとしてはこれぐらいにしたいと思います。到着、お出迎えに来てる人がたくさんいますね。いやー、今回オズモポケット3大活躍しましたね。買って到着したのが1週間前だったんですけど、そこから簡単にテストだけやってね、画質的にはとっても満足してます。さあ、小笠原丸、岸壁接岸まであと5メートル ?4 メートル ?3 メートル竹芝桟橋の方は常にスロープのようですね。これ何が違うんだろう。やっぱり岸壁の高さと潮位とかの関係なんですかね。二見港に着くときは階段だったんですけど、じゃあ乗るときもまた階段かよって思ってたら、今度はスロープだったっていうね。同じ港でも場合によるということですね。お頑張れー。桟橋はどこでも最後は人手だ。ナイス桟橋。それでは下船します。うわ、斜面怖い。すんなり上陸できました。竹芝客船ターミナル到着。パチ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 。お迎えが来てるはずなんだけど、どこだろうとなっているな。とりあえず待ってるけど。上陸早々さらにお土産物屋へ。実は小笠原丸船内でパッションフルーツってありますよね。あれはないんですか？パッションここ取り扱ってないんです、ね。あ、そもそもないんだ。今でしたら船着いて、はい、竹芝のターミナルの中行っていただいて、ターミナルの中に東京アイランドっていう伊豆諸島のアンテナショップがあるんですよ。これが美味しそう。あ、そう。パッションフルーツ。とりあえずこれだけ買ってくる。小笠原パッションフルーツ1瓶430円。蜂蜜も気になるので持ってきてもらいました。でもあれですよ、農協で売ってるのと同じやつですね。ですね。じゃあこれは持ってる。ちょっと違うやつがあったら比較してみようかなと思ったんで。すいません。じゃあこれでお願いします。はい。長旅でございましたが、小笠原旅行ですね。小笠原出張なのか旅行なのかって感じですけれども、スキューバダイビングとドローンをもうぎゅうぎゅうに詰め込んだ旅が終わりました。面白かったらいいね、評価とチャンネル登録をぜひぜひぜひよろしくお願いします。ミレコムでした。